アメリカの借金が35兆ドルを超えた。ドル派遣の終わりが近い。S&P500 は今後10年、リターンが出ない。最近、ニュースや SNS を開くと、こんな不穏な見出しが飛び込んできます。新NISAで米国株を積み立てている方、正直、不安になっていませんか？ S&P500 一本で本当に大丈夫なのか？定年直後に暴落が来たらどうしよう。特に、退職金や老後資金を運用している50代の私たちにとって、米国経済の揺らぎは、ただのニュースではありません。生活そのものを脅かすリスクです。こんにちは。お金と自由の航路へようこそ。今日は、避けては通れない、米国債務問題について、エコノミストのように、未来を予測するのではなく、一個人投資家として、どう備えるかという視点で、現実的な解を提示します。煽るつもりはありません。ただ、楽観もしません。何が起きても、資産と生活を守り抜くための、大人の守り方、3つの鉄則を徹底解説します。ご自身のポートフォリオを思い浮かべながら、冷静にご覧ください。なお、本日の内容は、資産形成に関する一般的な考え方をお伝えするものです。ここからが本題です。まず、不安の正体について、なぜこれほど騒がれているのでしょうか。それはシナリオが読めないからです。プロの機関投資家の間でも、意見は真っ二つに割れています。経済は底堅く、ソフトランディングする、という楽観シナリオ。金利負担で財政が破綻し、ハードランディングする、という悲観シナリオ。あるいは不況なのに物価が上がる、スタグフレーション、という最悪のシナリオ。金利がどうなるか、為替がどう動くか。これを50代の私たちが、正確に予測することは、正直不可能です。だからこそ、断言します。予測にかけてはいけません。暴落するから全部売ろう。大丈夫だから全力で買おう。どちらもギャンブルです。私たちにできる唯一のことは、どちらに転んでも沈まない船を作ることです。そのための具体的な備え。それが次の3つの防波堤です。守りの鉄則1。徹底的な分散。もし今、あなたの資産が、米国株、S&P500 などだけに、100% 集中しているなら、少し見直しが必要かもしれません。もちろん、米国企業は優秀です。しかし、国債の格下げや金利高騰が起きた場合、そのダメージを直撃するのは米国株です。そこで有効なのが、相関関係の低い資産を持つことです。例えば、全世界株式オールカントリーで、欧州や新興国へ地域を分散する。あるいは、株式とは違う値動きをする。債券や券を混ぜる。これらは、株が下がった時に、クッションの役割を果たしてくれます。攻撃力リターンは少し下がりますが、50代に必要なのは、一撃で沈没しない防御力です。守りの鉄則に、集めの現金クッション。これが、暴落時における、最強のメンタル安定剤です。シミュレーションしてみましょう。もし明日、リーマンショック級の暴落が来て、あなたの資産が半分になったとします。その時、生活費のために、資産を取り崩さなければならないとしたら、半値になった株を売ることになります。これは資産を一気に枯渇させる、最悪の行為です。しかし、もし手元に、向こう5年は無収入でも暮らせる現金があったらどうでしょう。今は売らなくていい。5年あれば株価も戻るだろう。そう思って、どっしりと構えていられます。米国債務問題がどうなろうと、あなたの明日の生活を守るのは、FRB の議長ではなく、あなたの銀行口座にある現金です。ここを自分が安心できるまで厚くしてください。守りの鉄則3。定率での取り崩しルール。資産を使うフェーズに入ったとき、どうやって引き出しますか？ここで毎月10万円のように、金額を固定してしまうと、暴落時に非常に危険です。資産価値が下がっているのに、
同じ額を引き出すと、資産の減少スピードが加速するからです。これをシーケンス・オブ・リターン・リスクと呼びます。おすすめは手売率です。毎年、資産残高の 4% を引き出す。というルールにします。これなら、暴落して資産が減った年は、引き出す額も自動的に減ります。つまり、ブレーキがかかるんです。これで資産の寿命を長く伸ばすことができます。これら3つの備え。1、分散。2、現金クッション。3、定率取り崩し。これらが整っていれば、ニュース速報に怯える必要はありません。今日からの一手。それは、YouTube や X で、不安なニュースを探す時間をやめて、自分の資産配分を見直す時間に変えることです。リスクを取りすぎていないか、夜ぐっすり眠れる現金比率か、答えは市場の中ではなく、あなたの家計の中にあります。どんな嵐が来ても、あなたの航路が守られますように。最後に改めてお伝えしますが、投資や税務の判断を、個別の状況によって正解が変わります。必要に応じて専門家にご相談の上、ご自身の判断で進めてくださいね。今日の動画が、冷静な判断の一助になれば幸いです。役に立ったと思ったら、いいねボタンで教えてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。